皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は国際情勢、ウクライナと中東情勢合わせて解説していこうと思います。まずはウクライナ情勢。ウクライナがかねてから供与を求めていた西側製の戦闘機 F16 の引き渡しが7月末に実施されました。今回供与されたその正式な数については発表されていないのですが、事前の報道によれば6機もしくは8機だと思われます。ウクライナのパイロットに対する訓練は1年間は行われたと見られており、おおよそこれからも供与するにあたってはそれだけのパイロット養成期間はこれからも引き続き必要でしょう。そして今回供与された機体の数がそれほど多くないことから、これをもってしてゲームチェンジャーになるわけではありません。しかし現在ウクライナ軍が使っているソ連系の戦闘機に比べれば全般的に装備品のレベルを上げることができるので、これからのウクライナ軍のことを思えば順次 F16 戦闘機の供与を進めて、主力戦闘機はこれからも欧米製の戦闘機になるのが大敵です。年内供与される数については、今年の夏供与される数が6機から8機、そして残りの4ヶ月程度で年末までには20から24機程度の機体と、2025年においては40から50機程度まで、さらに年数を伸ばして2026年、2027年と先々見ていけば、供与される機体数は100機を超えるものと思われます。F16 戦闘機の初期の任務は主に大都市圏における防空任務になると思われます。これはロシア軍の地対空ミサイルの射程範囲外での活動を行うことによって F16 戦闘機の損耗を避ける狙いがあります。また1年間訓練を行ったとはいえ、まだまだ飛行時間から言えばひよっこのレベルです。たとえソ連系の戦闘機をこれまで乗り回していた人であっても、F16 戦闘機を手足のように操るにはまだまだ十分な飛行時間とは言えないのです。ですから今年中はまずは前線から少し離れた場所での防空任務を通して F16 戦闘機の活用を進め、その上で少しずつ機体数の向上に伴って前線への作戦支援に入るものとみられます。このように初期においては影響力が強くないことから、もっともっと早くからの供与を打ち出していれば、例えば2023年の反転攻勢においてももっと状況が違ったのにというような思いはあります。ただ2022年においては投降者を出すことすらも議論されていた時に比べれば、もはや戦闘機すらも供与することが実績として積み重なってきたわけで、少なくともウクライナへの軍事支援においてはステルス戦闘機やトマホークミサイルのような長射程のミサイル、そういった一部の兵器を除けば大体全般的に何でも OK という風になりつつあります。あとはこのように軍事支援の選択肢が広がったということを各国で共有した上で、退役する兵器類などでウクライナが欲しいというものについてはどんどんとウクライナに使ってもらう流れを作ることが重要でしょう。ロシアによるウクライナ侵略に伴って各国兵器の更新に取り掛かっているところです。ですから古い兵器については退役するものがたくさん出るわけで、これらについてウクライナに使ってもらえればロシア軍の圧迫を和らげる効果があります。そして F16 戦闘機、その最初の任務として参加したかもしれないと言われているのがロシア軍の大規模な大型突撃ドローンによる攻撃です。7月31日におけるロシア軍の大規模な攻撃においては、イラン製の大型突撃ドローンであるシャヘドシリーズが89機撃墜されたと報告されています。ウクライナ側としては迎撃率は 100% だと述べているわけですが、実際にそのように本当に全部叩き落とせたかどうかは分かりません。もともとイランで開発生産されたシャヘドはロシア軍の使う長射程のミサイルよりもはるかにスピードが遅いので、レーダーで捉えた上で対空機関砲などを使って撃墜することも可能です。しかし、いくら対空機関砲で撃墜できるからといって、最寄りのシャヘドが通るそのルート上にうまい具合に味方部隊がいないということも当然あり得るわけで、そうした際にスクランブル発進して戦闘機で撃墜するといったことも十分考えられるわけです。今回ロシア軍の行ったシャヘドによる大規模攻撃なのですが、89機全機撃墜といった話、これと同じぐらいの規模の攻撃は今年の1月に行われて以来のものですから、ロシア軍の生産能力そのものについてはあまり向上している節はありません。そして欧米からの兵器供与が届いたといった話があるのと同時に、ロシアにおいても他国からの軍事支援が届いています。そう疑われている話がウクライナの戦場で目撃された
北朝鮮製の兵器かもしれないものが情報として上がってきているのです。北朝鮮の対戦車ミサイルランチャーなどを搭載した装甲車両が戦場でドローンによって撮影されました。ロシア軍の装甲車両類などは生産能力以上に撃破され続けており、それを補うためにソ連時代に作られ、そして退役されて保管されていたものを再生して戦場へと送っています。しかし、そうしたソ連の遺産についてもなくなる一方ですから、来年はいよいよ限界を迎えようとしていることが報告されています。このような状況にあって、ロシアが助けを求めている国が北朝鮮です。これまで北朝鮮に対しては、主には弾薬類などの取引が行われてきたと言われています。北朝鮮からはなんと砲弾が400万発程度ロシアへと渡ったとされており、ロシア軍の砲撃戦を支えています。不発弾だったり、発射しようと大砲に装填した時に爆発するなどの事故なども多発しているとは言われていますが、それは現場の苦労であって、ロシア軍の上層部はあまり気にせず、北朝鮮製の弾薬類などを重宝しているようです。そしていよいよ自国の装甲車両類などもだけ心配な状況になってきましたから、北朝鮮に対して装甲車両などを求めるようになったようなのです。ただ、現時点においてはまだ目撃例などが少なく、大量にこれから引き渡しがあるかどうかについては分かりません。しかし、ロシア軍の兵器補充能力からすると、現在の攻勢を続けるのは難しいことから、北朝鮮製の戦車や装甲車といったものが目撃される例がこれからは増える可能性があります。続いては中東情勢についての解説をしておきましょう。非常に大きなニュースが報じられています。それはイランで大統領選挙が行われ、新しい大統領の就任が行われるのですが、それに合わせてイランに訪れていたイスラエルの武装勢力ハマスの幹部の一人が暗殺されたというのです。しかも場所はイランの首都テヘラン。当然イランの政府関係者がハマスの最高幹部の一人を殺害したわけではありません。現在イスラエルにおいてはガザ地区においてハマスとの戦いが行われており、これに関連してイスラエル側の犯行だと見られています。イスラエルは国家としてやったというような話はしていないのですが、動機から言ってイスラエル以外がこうした暗殺を行うとは考えにくいことから、あまり疑問は持たないでよいでしょう。しかし問題なのは今回のような暗殺が実行されたことによりイランがどう反応するかです。暗殺された場所がイラン国内、それも首都だったといったこともあり、その殺害方法についても諸説報じられています。まず攻撃方法なのですが、ミサイルを用いたと言われているのですが、このミサイルは射程の長いものなのか、それとも射程の短いものなのかについても現在のところは不明です。例えばイスラエルからイランへと直接ミサイルを撃ち込んだというのであれば、これは明らかにイスラエルの犯行だとわかるわけですが、イラン国内において対戦車ミサイルのようなものを持ち込んだ上で滞在しているホテルの部屋に撃ち込んだというような話もあります。この場合だとイスラエルは自分がやったとは言わず黙秘を続けたままかもしれません。たとえイスラエルが認めなくても、イランの方は自分の国の首都で自分の友好的な組織の幹部が殺されたわけですから、イスラエルに対する報復攻撃を行うことを表明しています。あとはこの攻撃の規模がどれくらいになるかです。イスラエルとイランとの間における対立関係はずっと続いてはいるわけですが、しかし直接的にさあ戦争だといったことになっているわけではありません。主にイランの手先となる、もしくは影響力を持っている組織からイスラエルに攻撃することはあったとしても、直接的にイラン、イスラエルが戦争状態になっているわけではないのです。ただし今回のような暗殺事件が発生したことにより、イランは直接的な報復攻撃に出ると発表しているわけですから、その規模が大きければ大きいほどこの紛争が拡大する危険性もあるわけです。そしてこのような暗殺事件が発生したことそれ自体はアメリカ政治の影響が大きいのではないかとも指摘されています。現在バイデン大統領は次期大統領選挙に出ないことはすでに発表しており、大統領選挙における候補者は共和党はトランプ氏、民主党はハリス氏というこの2人にすでになっています。ですから現在バイデン大統領はもはやイスラエルに対する影響力を失っているとも言われています。イスラエルはイスラエルでまずはハマスとの戦闘を一番に考え、そしてイスラエル国内での政治闘争で生き残るためにもハマスとの戦闘を続けた方が現在の政治権力を維持することができると言われています。ですからアメリカがどうこうであるとか国際世論がどうなっているかといったこととはまた別の話として、ハマスに対する攻撃の手を緩めるわけにはいかないというのが
イスラエル側の考えだとされています。しかし、イラン国内にいるハマスの要人を暗殺するなんていうことをイスラエルが実行すれば、イランの反発心がより高まり、この地域に戦争の危険性が高まることは明らかです。そしてこの中東情勢の緊迫化は、状況が不安定になり、より世界からの注目が集まれば集まるほど、ウクライナ情勢に対する関心を下げてしまう効果もあるので、これからどうなっていくかについては注目していかなければなりません。また、アメリカの大統領選挙、その結果によって誰が大統領になるかも、当然のようにウクライナ情勢、中東情勢にもかなりの影響を与えるものです。アメリカによるウクライナ支援、そしてアメリカによるイスラエル擁護、この2つの点については、大統領違えば、当然のようにその対応も変わってくると見られているのです。というわけで今回はウクライナ情勢と中東情勢合わせて2つの地域のニュースを取り上げていきました。今後もこの2つの地域における出来事は世界に対する影響が大きい出来事として継続的に情報を見ていく必要があるでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して情報の更新にお役立てください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。